안녕하세요、ココロです。今日は韓国に来てるんですけど、オンマと一緒にもう動画では2回紹介したクリニックに行きたいと思います。韓国に来て肌管理とか、あと顔のたるみとか治療したりすると思うんですけど、体の施術を受ける人ってそこまで多くないと思うんですね。で、日本よりめちゃめちゃ安く施術が受けられる韓国だからこそやってほしい施術っていうのがあって、それがポッキ注射になります。で、ポッキ注射って何かっていうと脂肪溶解注射なんですけど、私もう2回は行ってるので知ってる方が多いかなと思うんですけど、脂肪溶解注射の原理は脂肪細胞自体を溶解し破壊することでダイエット効果を期待することができる施術ですっていう感じで説明してあるんですけど、老廃物としてその溶解された脂肪が出ていくっていう感じで脂肪を排出してくれるっていう手術になります。そのポッキ注射っていう施術をいつも受けてる美容外科さんがプラデン美容外科さんっていうんですけど、もう2回行ってるんですけど、今回もっと詳しく入店からどんな手術をしてどんな風にカウンセリングとかをするのかっていうのを紹介してほしいっていうことで今日は行っていきたいと思います。いつも受けてるのが太ももの内側と裏側、骨格的に自分が一番痩せられない部分に打つのがベストかなと思ってて、多分私は骨格ウェーブです。で、そこに一番お肉がつきやすくて、いくらダイエット頑張っても理想の細さにはなれないというか理想の体型になれないので、それを美容医療で落としていきたいと思います。ソウルに来たらもう絶対に行きたいクリニックさんなんで、皆さんに紹介したいと思います。レッツゴー。あ、そう一個言い忘れてたんですけど、今回このリバーサイドホテルっていうところに泊まってるんですけど、なんでここのホテルにしたかというと、そのプラデン美容外科さんがめちゃくちゃ近いっていうのでここのホテルにしたぐらい、本当にプラデンさんに行きたくて私はソウルに来てるぐらいなので、ぜひ皆さん参考にしてみてください新佐駅4番出口目の前の大きなビルの7階にプラデン美容外科さんが入ってます。ポッキ注射は空腹では受けれないので、前回はこの横にあるパリバケでパンを食べてから行きました。もし何も食べていなければゆで卵がもらえます。たまたま韓国で脂肪溶解注射を受けようと思って探してる時に評判の良かったプラデンさんを見つけて、それから通い始めました。初めて行った時にカウンセリングをしてくださった先生とたまたま帰りのエレベーターでもう一回会って、一人で来ていたからかたくさん話しかけてくださってとっても嬉しかったのを覚えています。エレベーターを降りるとすぐに入り口でスタッフさんが日本語で話しかけてくださいます。プラデンさんは通訳さんがずっとつきっきりなのでかなり安心して手術を受けられます。見てください。このビフォーアフ衝撃的ですよね。私もこんな風になりたいなと思いながら通ってるんですけど、もう結構体の形が変わってきてるので、あと数回で終わりかなと思ってます。カウンセリング室で先生とどこに打つべきか相談するんですけど、自分が気になってるところをド直球に当ててくださるので、かなり信頼度が高いです。押し売りとかは全くなくて、あとここにも打った方が綺麗になるよ程度に教えてもらえます。しかもいらないものはいらないってはっきり言ってくださいます。今回私は太ももの外側と内側と膝周りのシャネルラインにポッキ注射を、あとエラにボトックスを打っていただきました。ポッキ注射は体だと満量打ってもらって1部位13万ウォンから受けられるのでかなりお得です。顔のフェイスラインのセットとかだと6万6千ウォンで受けれちゃいます。ステロイドの入っているものと入っていないものが選べるんですけど、入っているものは効果の実感が少し早くて効き目が少しだけいいみたいです。リスクとしてはどちらもあるんですけど、生理不順だったり不正出血、あとホルモンバランスが崩れるので肌荒れとかが起きる可能性があります。ステロイドの入っている方がそれが少し確率的には高いそうです。プラデンさんのポッキ注射は独自の開発で作られているので、他院で受けた脂肪溶解注射と比べても私にはかなり効果的でした。脂肪溶解注射はデオキシコール酸の量によって種類がいくつか分かれているんですけど、その量が多いほど効き目がいいので、日本で受けてあまり効果なかったよっていう方は一度そのご自身の受けた種類を調べてみてください。
私のお母さんも私の動画を見て試してみたいっていうことで、今回二の腕だけ打ってもらうことにしました。お母さんは初めての手術だったんですけど、明らかに二の腕のプルプルが減ってて、やっぱり1回でもかなり効果を感じました。初めてだと脂肪が硬い方もいるので結構落ちにくさはあると思うんですけど、回を積み重ねることによってどんどん落ちやすくなっていくと思います。これが私のビフォーの足です。多分むくんでない状態なんですけど、膝上のこのプルンってしたお肉がすごい気になるので、これを撃退したいと思います。全体的な太さもそうなんですけど、一番気になるところにめがけて打ってくださってるので、完成が楽しみです。前にポッキ注射痛かったですかっていう質問をいただいたんですけど、結構痛いです。でもって感じで泣くほどではありませんでした。私は結構痛みに強い方なんですけど。ボトックスで腫れてます。なんかボトックスで腫れてるからか顎がシュッてなってる気がするでもなんか全然ダウンタイムって分からへんから、めっちゃ注射が上手すぎてもう全然痛くなかった。日本で選ぼうとした時は噛みしめながら打つボトックスやって、でも今回は噛みしめず一回噛みしめて筋肉の位置確認してから力抜いて打つタイプの注射ってちょっとびっくりした。でもその方が全然痛くない。ボトックスは多分1ヶ月後ぐらいに縮んでくるかなと思います。終わった。お疲れ様でした。どうしても骨格的に多分私ウェーブだと思ってるんですけど、太ももが一番痩せにくくて、めちゃめちゃ痩せてた時期でも太ももだけすごい気になるぐらい体質的に痩せにくくて、でもそんなところのお肉でも溶かして排出ができるっていう脂肪溶解注射なんですけど、今回もまたそれを受けてきました。できるだけ韓国でも歩くようにしてて、1日1万歩から多い時で3万歩弱ぐらいまで歩きます。受けた後というかダウンタイムがどんな感じになるかというと、わかりますか？結構ひどめの青タンができます。でも、韓国にいるので隠してないんですけど、隠せる範囲の青タンなので私的には全然大丈夫です。長ズボンとか履いたりしてね。で 2,3 週間で多分あとは消えると思います。これが次の日の朝に撮った動画です。まだ液体ができってないのでちょっとむくんだような感じになってます。足にポッキ注射を受ける場合は液体を入れた直後とかその次の日もまんま腫れるので、こんな感じのピタッとしたズボンはあまりおすすめできないです。もしかしたら手術直後は入らないかもしれません。これが1日目の夜です。青タンが少しずつ広がってきました。足の太さは若干むくんでるかなっていう感じです。2日目の夜です。少しむくみが減って術前ぐらいには戻ったかなっていう感じです。この3日間ぐらいは夜中に起きるぐらいお手洗いに行きました。代謝を上げるためにもたくさん水分をとって毎日1万歩以上は歩きました。術後3日目です。この日から急にすっきりし始めてちょっとテンション上がってます。膝周りのブルブル感が全然違いますよね。まだ3日目なのでこれからもう少しすっきりしていくかなと思います。この青タンがどうしても気になるのでコンシーラーで少し隠しました。コンシーラーでも結構隠れました。日本ではちょっと気になるかなっていう感じです。ずっと食べたかったものをたくさん食べて、しょっぱいものから辛いものまでこれはむくむだろうっていうぐらい食べてたんですけど、帰ってきて体重を測ったら韓国に行く前の超激太りだった時から2キロ減ってました。こんなに食べてっていうのもあれなんですけど、自分の一番痩せたい部位を落とそうとすると体質的に落ちにくかったりすると思うんですけど、そうすると無理なダイエットをする人が多いと思うので、無理せずに痩せれるっていう意味ではポッキ注射本当におすすめです。でもやっぱり自己管理もめちゃめちゃ大事なので、これから筋トレをまた再開して引き締めていこうと思います。
私の中では結構すっきりしたかなと思ってます。この動画を見てくださった方の中でプラデン美容外科さんに行ってきたよっていう方がいらっしゃれば、またコメントを残していただけるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また韓国での Vlog が載ると思うので楽しみにしててください。アンニョン。